皆さんこんにちは。こちらはオーラトーン 5C スーパーサウンドキューブです。オーラトーンの 5C は70年代から80年代にかけて世界中のレコーディングスタジオで使われた定番のモニタースピーカーです。年代によっていろんなモデルがありますが、音がどう違うのか、今回はこのスピーカーを詳しく解析します。このモデルの主なスペックは次の通りです。中期型と後期型のスペックはほとんど同じですが、使われているユニットが違います。両者の違いは測定で明らかにしていきます。オーラトーンの 5C には次のモデルがありました。初期型、中期型、後期型の外観はほとんど同じですが、ユニットを留めているネジ回りの形で区別できます。2018年に復刻版と専用アンプが発売されています。今回ご紹介するモデルは1980年代に登場した中期型と後期型です。このスピーカーは中古でしたので状態を確認します。エッジは布でできています。黒いダンピング剤が塗ってあるようです。もう一つのエッジはシワだらけです。ダンピング剤の塗りも適当です。はみ出したりガスケットについたりしています。これは最初からでしょう。オーラトーンは作りに雑なところがありました。こちらのエッジはウレタンでできています。おそらく張り替えられています。センターキャップは布でできています。ソフトドームと同じ作りです。板の切り口がそのまま見える形です。グリルをはめると見えなくなるからこれでいいのでしょう。こちらはエッジを見せる構造です。ここに樹脂のカバーがはまっています。針のような突起でグリルを支える構造です。グリルはウレタンの塊です。もう一つの方はスナップではめ込む構造です。実質的な口径は 10.5 センチです。こちらは10センチです。フロントバッフルの面を合わせて奥行きを比較します。後期型は2センチほど長くなっています。端子はバナナに対応しています。こちらはプッシュ式です。劣化の状況を調べるためにインピダンス特性を測定します。中期型と後期型で F0 に違いがあります。中期型はエッジが硬くなっているようです。インピダンスはどちらもほとんど同じ8オームです。ユニットを外して中身を観察します。ワイヤーラッピングで決線されています。構造がごく普通のフルレンジです。エンクロージャーにはグラスウールが充填されています。端子とユニットは直結です。坊主のようなイコライザーは見当たりません。
後期型の方を見ていきます。構造は基本的に同じです。外からの見た目と違って板厚があるようです。内寸を測って板厚を割り出します。だいたい17ミリあるようです。古い方は5ミリくらい薄いようです。前面バッフルも違いがあります。箱の作りは後期型の方がしっかりしています。ユニット単体のインピダンス特性を測ります。やはりエッジが硬くなっているようです。100Hz くらいが本来の性能でしょう。エッジを軟化させて元の性能を復元します。このシワを直そうと思ったら張り替えるしかないようです。こんなもんでしょうか。こちらは軟化した結果です。どちらも 100Hz 付近まで下がりました。これでいいでしょう。メンテナンスが終わったのでグリルを洗います。すすいだ水がきれいですね。タバコの矢にはついていないようです。端子が錆びているのでメンテナンスします。次回はこのスピーカーを測定してオーラトーンの性能を明らかにします。と言いたいところですが、音が変ですね。一定の制限波で見ていきます。エッジの端がビリついています。エッジの端が接着されていません。浮いています。隙間に接着剤を流し込んで補修します。これでいいでしょう。次回はこのスピーカーを測定してオーラトーンの性能を明らかにします。